C オーディオが強力なサウンドのイヤホンを出すの、みんなずっと待ってたんじゃないかな。最安で実現されたぞ。というわけで、やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、C オーディオの新商品、リンコ。1台のダイナミックドライバーに、細やかなディティールを補強する、新ドライバー、マイクロプラナーユニットを組み合わせた、最近の2ダイナミックドライバーブームに近い1台だ。発売前は平面ユニットが注目されている印象だったんだけど、実際に聞いてみると、平面ユニットよりもダイナミックドライバーユニットの方が強力な仕事をしていることに気がつくだろう。なんでリンコの名前を冠してるのに、C オーディオ歴代1パワー系なんだよ。いやいや、でも待ってくれ。一見ただのパワー系に見えるんだけど、リンコは高音域のディティールを補強する、マイクロ平面ユニットによって、ただのドンシャリよりも一歩進んだテクニック系ドンシャリだ。これに近い印象を感じるイヤホンは、KZZSN Pro X とかなんだけど、サブベースがとにかく物量で殴ってくるタイプの ZSN Pro X 系とは異なり、また、抜け感と物量で爽やかに効かせてくる、ZS 特殊系とも異なり、リンコはタイトでそれでいてインパクトに優れるドンシャリ系サウンドに、高音のディティールをより明瞭にしつつ、強力な金属音にならない、平面マイクロユニットという組み合わせ、ZS 特殊や ZSN Pro X のような方向性ともまた違う、インテリパワードンシャリな印象を感じる。リンコは一見、とにかくがむしゃらにぶん殴ってくる系のパワーゴリ押しのイヤホンに感じるんだけど、いくつかの曲を聴いていくと、タイトな鳴らし方を感じる場面が多い。樹脂外装なので、カリッカリにタイトな印象にまではならないんだけど、電子音楽なんかの角音色の間に適切な間があり、余計な残響を伴わず、かといってゼロではない、といった印象。低音域は分厚いんだけど、大きかないので、低音自身が潰れることも、低音型の帯域の音を潰すこともない、ブーミーになりがちな曲を再生しても、しっかり分離が残る印象だ。リンコは、標準のイヤーピースが、通常のシリコンイヤピの内側にフォームが充填されたようなものになっていて、これのおかげで、本体の遮音性以上に強力な遮音性と、低音の強調感がある。でも、個人的には、TRI 角笛のような、優秀な通常イヤピに交換することをお勧めする。遮音性と若干の低音を引き換えに、よりリンコの力強いんだけどタイトな音色を強調することができ、なおかつ空間や金属音の響きもより向上するぞ。リンコはドンシャリ、と言ったんだけど、これはタイトな印象や、ボーカルと両立する、音量としては、どの帯域も出てるんだけど、特に、インパクトの強い低音域と、それから、ディティールを強調された高音域から高中音域の印象が強いんだよな。なので、やかましい曲を再生しても、しっかりとそれぞれの音色が聞き取れる。このような聞こえ方は、ハイブリッド型のイヤホンに多かったんだけど、リンコの場合、ここら辺の仕事を、うまくマイクロ平面ユニットが受け持ってる印象だな。リンコは原音を再生するイヤホン、というよりも、楽しく聴かせる系のイヤホンではあるんだけど、それは、生の演奏が存在するジャンルを苦手とする、というわけじゃない。一つ一つの音が2歩近づいたような、カナル型イヤホンらしい、耳の近くで鳴っている印象が強調されて、このチャンネルで好む、イヤホンでしか聞けない音色、というのが楽しめる一台だ。C オーディオのジャンルの中だと、C オーディオブレイブリーの黒を好む層は、リンコも好きそう。よりパワフルな低音域、ダイナミックドライバーらしい自然な音に、どこかソリッドなマイクロ平面ユニットの音が加わる。夢シリーズだったら、夢にを好む層が愛好しそう。夢によりさらにパワフルなバランスだけど、LCP 振動板のおかげか、低音の沈み込み、という面では夢にの方が表現力があると思うな。ここら辺はあっちを立てればこっちが立たず、だ。穴ウが好きな人は、低音の表現が合うかどうか、という感じ。ブレイブリーと比較して穴ウを選んだ人の場合、ブレイブリーよりさらに強力なベースが流れるイヤホンなんだけど、でもその低音と共存する高音域については、ぜひとも一回体験してみてほしいな。ブレイブリーのリミテッド版が一番好き、という人とは相性が悪いかも。ブレイブリーの赤やら青のバージョンは、ノーマルのブレイブリーより中音から中低音あたりにバランスが良った作りになっているので、ドンシャリかつカリカリのサウンドを提供するリンコとはちょっとベクトルが異なる。夢無印に比べて、ソリッドな音の表現によっているので、初代夢派もちょっとストライクゾーンとは外れるかもしれないな。でも、この高音と低音の両立はやっぱり気持ちいい。かといって、ボーカルができないかと言われたら、実はしれっと普通の1ダイナミックドライバーみたいにこなすんだよ。割とバグった存在じゃない？本来聞こえないバランスで音が聞こえる系でもある。ただ、BQEYZ インターほど脳がバグる音ではない。きちんと物理法則にのっとった生き物だ、リンコ。なんか日本の RPG に出てくる、細マッチョなんだけど体格で有利な敵を吹っ飛ばすキャラみたいに物理法則無視してるけどな。リンコちゃんって女の子じゃありませんでしたっけ？
なんか脳にチップ入ってる上にムキムキなんだけど。そんなリンコちゃんに対する深刻な風評被害は置いといて、リンコプラナーは、新しいドライバの持ち味と、強力なドンシャリバランスを活かした、めちゃくちゃ楽しいイヤホンだ。全スイッチオンのチューニング可能イヤホンとかと同じタイプの気持ちよさがあって、なおかつ、あそこまで音のバランスが極端じゃない。また、サブベースなどもしっかりと響かせてくれる、インパクトのあるイヤホンなんだけど、高音域側のディティールも強調されているので、低音のせいで曲全体が遅く感じたりすることもない。そして、中音域も決してボリュームが小さいわけではないので、どの曲もリンコ補正がかかった状態で聴ける、というとても面白いイヤホンだ。無理やり聴くんじゃなくて、パワー系補正サウンドが聴きたくなるっていうところがミソだな。KZ っぽいパワフルさは感じるんだけど、KZ 臭さはないというか、いや、KZ 臭さはファンにとっちゃご褒美なんだけども。触れば触るほど、高級機とも低価格機ともまた違う高音の補正感が癖になる。ベースは素直に楽しい割とアホな部類のドンシャリかと思いきや、そこは C オーディオ、ボーカルもできる。あと2ヶ月くらい聞いてから結論出していい？ダメ？現時点で聞き込んだ感じ、リンコは、どんな曲でも、強力なインパクトやパワフルさを追加して聴かせることのできる、愉快なイヤホンだ。これは、ただ単純にうまく作られたドンシャリーチダイナミックドライバというわけではなく、高音域側を補正する、マイクロプラナーユニットの仕事が大きい。これは、BA ドライバなどよりも印象的でなく、それでいて、高音域をかっちりと引き立たせる。基本キャラクターは1ダイナミックドライバなんだけど、高音がよりクリアに聞こえるので、ちょっと混乱するかも。2ダイナミックドライバなどの選択肢よりも、さらに拡張された感のあるサウンドを聞くことができるぞ。音色だけで見ても、他とはしっかり違うイヤホン、ということで、おすすめ度がかなり高いぞ。さて、というわけで、音色でおすすめ、の結論が出たんだけど、今度は側とか、付属品の話をしていこうか。リンコ本体は、2台のドライバーを収めているイヤホンとしてとてもコンパクト。10mm のダイナミックドライバーと 6mm の平面ユニットはユニット化されていて、それもあって、非常に薄く、取り回しが良く、装着感の良い本体になっている。リケーブルは、埋め込み式の CIEM 2ピン方式、ねじれにも強く、互換性も幅広い。良い2ピン端子だ。本体は、金属のフェイスプレート、樹脂の本体と、低価格帯でよく見かける仕様。ただ、ちょっと不思議なのが、本体樹脂部分に艶消しのザラザラした加工を施したところ、これのせいで皮脂が目立ち、しばらくつけた後はちょっと見苦しい状態になる。ちゃんと衛生管理をしろ、というリンコからのメッセージなんだろうか？この表面処理は、ちょっと好きじゃないな。それから、一部で誤解がある、平面 6mm ユニット。これは、ダイナミックドライバと、より大きな平面ドライバの中間のような代物で、真っ平らな平面の振動板に、一般的な輪っか状のボイスコイルを貼り付けたものに、前後にマグネットを配置して、振動板を動かす、という仕組みの代物だ。ボイスコイルの形状が簡単なものだからか、誤解が生まれてしまったんだけど、むしろ、このサイズならわざわざ平面振動板全体にうねうねと均等に負荷をかける必要がない、ということなのかも。この仕組み、流行ったら、さらに低価格市場が面白くなりそうだ。そんな平面ユニットと、ダイナミックドライバーを収納したリンコの装着感はかなり良い。軽量かつ薄いので、C オーディオ歴代の中でも、最も負担が少ないイヤホンだ。軽くて楽しいドンシャリイヤホンとして、おすすめ度がさらに上る。さらに、付属品も豪華。夢になどにも付属したタイプのポーチ、リンコ関係のファングッズ、そして、十分なケーブルに、密閉度の上がる、特殊イヤピ。イヤーピースは普通に使えるんだけど、実は内部に低反発フォームが収まっていて、遮音性が高い。また、低音も強調できるけど、明確に高音が痩せる印象もないな。本体が軽量で、それほど遮音性がないリンコの遮音性を引き上げるイヤピでもある。初期セットで聞いてももちろんいいけど、ケーブル、イヤピともにアップグレードの余地もある。良い塩梅のセットだと思うな。標準の銀メッキ線でも、ハキハキとした高音域の魅力や、低音域の太さもしっかりと表現できているので、初めての、予算が厳しい C オーディオ入門に、ぴったりな一本だ。このイヤホンに対する不満は一つだけ。自分の皮脂の影響が思いっきりわかる加工の本体表面くらいだな。ただ、表面がざらついているのは装着感的には有利だったので、一重に悪い、と断言するほどの選択でもないんだよな。というわけで、リンコ、面白い。割とがっつり楽しい系のバランスなのに、しっかり細かいところに修正が入っていて、楽しい系だからと切り捨てる要素もない。C オーディオ歴代の中でもかなり単純にパワー系で、楽しいオーディオ製品の介護官的なポジション止まりにならない。きっと、普段使いにちょうどいい、満足できる一本になるんじゃないかな。発売初期ということでアクリルスタンドがつくストアも多いらしいし、
C オーディオとリンコは、切っても切り離せない関係性なのだ。というわけで、リンコ、気になってる人には積極的にお勧めしたい。単純に安い C オーディオではない。パワフル、それでいてキレがあって、しかもそれ止まりになっていない音色。よかったら、ぜひ体験してみてくれ。といったところで今回はここまで。